皆さんこんにちは、ガジェログです。ファーウェイから新しいスマートウォッチが発表されました。その名もファーウェイウォッチ GT4 というスマートウォッチとなっています。だいたい1ヶ月ほど前に中国国内でも発表されているんですけども、ここ日本においても順当に発表されました。というわけでファーウェイジャパン公式サイトの情報をもとにお届けしたいと思います。それでは早速本日も行ってみましょう。まずバリエーションになりますけども、46mm のタイプが3種類ありますね。ブラックモデル、またブラウン、そしてグレーとなっていますが、グレーはバンド自体が金属素材となっていることがわかります。ブラウンに関しましてはレザーバンドですね。そしてブラックはこういったシリコンバンドのようなものになっています。そして 41mm に関してはホワイト、シルバー、ブラックとね、どのモデルも磨きかかったようなね、デザインになっていますので、この中でどれかしらね、ピンとくるものがあるんじゃないかなというデザインになっています。まず 46mm になりますが、特徴的なデザインですね。八角形とありますが、ケースそのものが八角形になっていますね。このベゼルに関しては円形となっています。41mm に関しましては円筒形になっていることがわかります。まず、右上にデジタルクラウンがついていて、右下にプッシュ式のボタンがね、1個ついています。ディスプレイの情報が出てきましたけども、薄型軽量なデザインということで、サイズは約 1.43 インチのアモレットディスプレイ、解像度は 466×466 とかなり高精細となっていますね。そして 41mm は約 1.32 インチのアモレット、解像度は先ほどと同等になっているので、サイズが小さいながらにも解像度は一緒になっているのでね、こちらの方がこの PPI の数値は高くなっていますね。46mm よりもより高精細となっています。そして文字盤の情報になりますが、豊富な文字盤ということで、種類がなんと25,000種類以上あるということですけども、この多くが有料のものになってきているんじゃないかなという気はしますね。ここ最近の傾向としましては、無料のものよりも有料のものが増えているので、ここはね、もう少し無料のものも増えてきてくれたらいいなという感じですね。おなじみのこういった文字盤も入っています。そしてカスタム文字盤というものもありまして、各文字盤をスタイルや配色っていうのを変えることができますね。独自の文字盤を作成したりして、スムーズにアプリを切り替えるためにカスタムビジェットを作成できますとあります。つまりね、それぞれのいわゆるコンプリケーションの部分を自分の好きなものに変更する機能がより豊富になったようですね。そしてデータに基づいたワークアウト、手首に身につけるあなただけのジムとありますが、このように3つのリングをコンプリートさせること、つまりムーブ、エクササイズ、スタンドの3つの測定で毎日の目標を設定し、分単位で健康状態を把握することができますとありますね。いわゆる活動のリングを達成させるとね、メダルがもらえますよというね、Apple Watchでもあります。こういった機能がファーウェイウォッチ GT4 にも搭載されています。そしてカロリー管理をより簡単にとありますが、今回はファーウェイトゥルーシン 5.5 プラスが搭載されています。ここがアップデートされた部分になります。この新しいトゥルーシンによってボディメーカーアプリっていうのがあるんですけども、リアルタイムの摂取カロリー、アクティブカロリー、また不足カロリーなどの指標を用いて消費カロリーを一目で把握することができるようです。そして100種類以上のワークアウトモードも搭載されています。おそらく皆さんがされているワークアウト、この中に入っているんじゃないかなと思われます。そしてランニングの時には音声案内ガイダンスにも対応しているということですね。米7の部分を見ていますと、この音声ガイドは以下の言語でサポートされていますとありますが、英語、ドイツ語、ポーランド語、スペイン語、ロシア語、イタリア語、そして日本語しっかり入っています。このあたりね、英語と中国語のみっていうこともね、これまで多かったんですが、ワークアウト中に日本語でしっかり教えてくれるので把握しやすいんじゃないかなと思います。そして心拍数を継続的にチェックとありますが、ワークアウト中の心拍数のモニタリングにもしっかり対応しています。心拍数が設定したゾーンから外れるためにタイムリーに音声、またはバイブレーションでお知らせしますよとありますね。そして強化されたルート追跡っていうのもありますね。GNS 信号の精度が約 30% 向上しているということです。ですので、大通りや公園、住宅街でも高精度にルートを追跡することができるわけですね。そしてアルゴリズムによって走れば走るほど精度が上昇していきますとあります。つまり、最初のデフォルトの状態から初めて使って、
精度があまり良くないなと思った場合でも、走れば走るほどとありますので、日に日にこの精度っていうのを増していくということになりますので、長い目で見ていく必要があると思います。そして次に健康モニタリングとありますが、ヘルスケア関連の情報になってきます。このトゥルースイン 5.5 プラスによって心拍数、血中酸素レベル、睡眠、ストレスを高精度にモニタリングすることができるということです。これまでも精度なかなかいいんですけども、より一層アップグレードされたことが分かります。そして次にスマートライフとありますが、アシスタント機能で生活をより快適にとありますが、どんな機能でしょうか。まず Bluetooth 着信にウォッチで直接応答とありますが、ここにありますように誰かから電話かかってきた時にウォッチで受話して相手と話すことができるようです。さらにカスタムクイック返信機能もついていますので、電話に出れない時ね、このメッセージなどで応答できませんとかね、そういったものもできるんじゃないかなと思われます。加えてウォッチのみで音楽再生とありますが、本体に音楽保存ができるということになります。多くのスマートウォッチでは音楽再生コントロールですね。本体には音楽保存できないんですが、スマホの音楽を再生させることができるわけですが、これは本体に保存ができるようですね。独立した音楽再生に対応してますよと。スマートフォンのアプリでプレイリストを設定し、特定のワークアウトに合わせることで、スマートフォンが手元にない時でもウォッチのみで音楽再生が可能ですと。最後ね、びっくりマークが出ていますけども、これは目玉ですよという感じで出ています。ちなみに iOS では音楽の同期やウォッチの音楽管理機能は対応してませんと出てしまっていますので、 Android のみの機能となっていました。また予定の管理ですね、スケジュール管理をすることもできますし、また便利なコミュニケーションツールということで、ウォッチで SMS メッセージを表示し、迅速にプリセットされたテキスト、メッセージまたは絵文字で返信するというね、いわゆるクイック返信機能もしっかり入っています。そしてバッテリーの持ちになりますけども、ファーウェイウォッチ GT446mm の大きい方は通常使用で最大14日間となっています。 AOD ですね、常時点灯機能を有効にした場合は最大4日間となっていました。そして 41mm のこちらのタイプになりますと、通常使用で7日間となりますね。やっぱりボディサイズが少し一回り小さいゆえにバッテリーの容量が少なめじゃないかなと思われます。 AOD を使った場合は最大2日間ということで、これは結構短めになってしまいますね。というわけで、まだ触れていない詳細スペックについて見ていきたいと思います。まず材質になりますが、ボディケースはステンレススチールとなっています。アルミではなくね、ステンレスということで、なかなかずっしり感がありそうな気はします。重さになりますが、46mm のタイプはストラップが入っていない状態で 48g となっています。41mm は約 37g ということで、やっぱり一回り小さいながらに結構軽くなってますね。またセンサーの部分を見ますと、環境光センサーとか周囲光センサーというのは書いてないんですが、それでもおそらく自動調光には対応してるんじゃないかなと思われます。また防水機能は GoATM 防水となっています。しかしながらですね、熱水シャワー、温泉、サウナ、スチームルームですね、こういったところでは使用できませんよと出ていますので、この辺は注意しなければなりません。というわけでね、気になるお値段になりますが、ファーウェイウォッチ GT446mm のブラックになりますけれども、33,880円から、41mm は32,780円からとなっています。今、ファーウェイ公式のオンラインサイトから購入しますと、22mm の交換バンドですね、3,938円のものが無料でついてくるということになっています。そして 41mm のものでもそうですね、ここで購入すればということになります。ちなみに Amazon での価格も見ていきたいと思いますが、なんとこちらでは38,000円となっていまして、発売が10月24日になりまして、ただいま予約中ですよと出ていますね。38,000円ですので、先ほどのおまけのバンドが必要なければ、こちらから購入する方が安いっていうわけですね。というわけで今回ファーウェイウォッチ GT4 についてご紹介しましたけども、いかがだったでしょうか。ファーウェイのスマートウォッチというと本当にデザインが最近凝ってきているものが多くて、それでいてこれまでの蓄積しているスマートウォッチに関する機能ですね、本当にブラッシュアップされてきていて、使い勝手が本当に抜群だなと個人的には思っています。気になった方は概要欄にリンク貼ってありますので、ぜひ詳細をご覧いただければと思います。この動画良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。